皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、今ネット上で話題になっている昆虫食についてお届けします。このチャンネルでもすでに一度取り扱ってきたテーマですが、前回の動画配信後に多くの情報がアップデートされたので再度お送りしたいと思います。この動画は、コオロギを食べて大丈夫か知りたい方、なぜ急に昆虫食を押し付けるのか疑問を持っている方にとって有益と思われる情報をシェアしていきます。昆虫食というと全国に先立ち、徳島県の学校給食にコオロギが使用されていたことがものすごい話題になっています。この報道によって昆虫食が広がっているとか、コオロギパンなどの存在を知った方も多いのではないでしょうか。そして報道では、とにかくコオロギ食推しのものが多く、河野大臣も試食してキャンペーンを打っており、不自然というかパフォーマンスの仕方が、お注射を広める時のやり方と似ていると思ったのは私だけでしょうか。今回の動画はいかにも地球温暖化やタンパク質不足を補うためには必要なのだという報道が強いところに一石を投じようと思って作成しております。この動画を最後まで見ることで報道に惑わされることのない考え方を知り、頭の中を整理できると思います。そして前回動画も合わせてご視聴いただくとより理解が深まるのではないかと思いますので、ぜひそちらもご視聴ください。動画リンクは概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の昆虫食、特にコオロギ食についての報道、SNS 上で見られる賛否両論に分かれていることについて皆さんはどのように感じていますでしょうか。私が何を感じているかというと、政府がすごい強引にコオロギ食を私たちに食べさせようとしているところに違和感を感じています。いろいろと情報を集める中で、他国は昆虫食の普及が進んでおり、日本は遅れをとっているということが書かれていたのを見ました。遅れをとっているという言葉にもとても違和感を感じました。そして徳島県では全国に先立ち、学校給食にコオロギの粉末を使った調理を行ったという報道がありましたが、私には個人の尊厳を無視した強制的な行為に見えました。昆虫食というのは日本をはじめ世界中に存在する食文化であることは理解できます。しかし、だからといって私は食べたいとも思わないし、例えば私の知らないところでコオロギの粉末を入れられていたことを知ったら激怒すると思います。徳島県の学校給食にコオロギの粉末を使用することは基地の事実だったと思われますが、全員が賛成していたわけではないでしょう。それを学校給食の食材に混入したということは強制ではないでしょうか。私だったら絶対嫌ですね。理屈ではなく生理的に受け入れられません。こればかりは誰がどのような理屈をこねたとしても嫌なものは嫌です。案の定というか、当然ながら学校に通う子供を持つ親御さんからは子供に食べさせるなという苦情が殺到しているといいます。これが普通です。今政府がご利用しにも似たことをしているのは食文化を変えることを強要していることだし、嫌がる者にコオロギを食べさせる権利などないと思います。似た構図は戦後の日本でも起きていました。アメリカが自国の小麦を日本に売りつけたいために、米を食べるとバカになるというネガティブキャンペーンをやってパンを普及させました。戦後、欧米の食生活に強引にさせられた結果何が起きたのでしょうか。かつて日本では少なかったがんなどの成人病が増えました。今度は地球温暖化、食糧危機をネタにしたキャンペーンの実施です。戦後の欧米食の普及によって増えた病気の治療薬として、現在も日本で使われている抗なんとか剤は毒ガスである塩素ガス由来の毒なのです。その薬を取り扱う医療関係のサイトを見ると恐ろしい記述が書かれています。その薬を扱う医療関係者の安全確保のためっていう文言がすごいのですが、こうして揮発した薬も吸い込まないように、そして皮膚にもつかないように徹底されているものを体に入れるのです。医療関係者はもう慣れすぎてしまっているのか、この画像が意味するところに何も感じなくなっているのかもしれません。本当に恐ろしいことです。日本の政府はなぜか日本人を実験台にでもしているかのようなことばかり推し進めてきたように感じています。詳細は割愛しますが、新型コロナなんとかに対してのお注射でも無害とか言っておりましたし、お注射すれば感染は防げるとも言って善良な国民にお注射を強要してきました。任意と言いながら反強制的でしたよね。お注射を打っていない人を差別しないとか言っていましたが、現実は旅行割引の対象外でした。そしてその結果世界中で何が起きているのでしょうか。話を戻します。
コオロギ食に対して不安に感じている原因は何でしょうか。具体的にリストアップしてみると、1、コオロギは高濃度に農薬汚染されている。2、日本の食文化でコオロギは取り入れてこなかった。3、コオロギは高タンパク質というけど本当か。4、生理的に食欲が湧かない。5、粉末にされたものには糞も入っているし衛生的ではない。6、すぐに共食いする習性を持った DNA を人に取り込むことでどんな影響が出るかの検証はされていない。7、漢方薬辞典には微毒であり不妊薬とされているし妊婦は食べてはいけないと記述がある。8、アナフィラキシーショックのリスクが高いなどが挙げられるのではないでしょうか。そして極めつけは内閣府により2018年9月21日に公開されている食品安全委員会発表の食品安全関係情報詳細の内容が興味深いと思います。ここの部分ですが、1、総計して好気性細菌数が高い。2、加熱処理後も芽胞形成菌の生存が確認される。3、昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー原性の問題がある。4、重金属類、カドミウム等が生物濃縮される問題がある。つまりコオロギを食用とすることに対してさらなるエビデンスが必要であると明記されています。なのになぜ現在のようにご利用しとも取れることをしているのでしょうか。ダボス会議でケツでも叩かれたのでしょうか。コオロギ食に対して不安に思っているリストを一つ一つ解説を加えていきます。1、コオロギは高濃度に農薬汚染されているということについては、先ほどの内閣府発表の食品安全関係情報詳細に記載されている通り、重金属類が生物濃縮されるということで安全性については疑問視されています。一方でこの資料に記載の懸念事項についてはどの食品にも当てはまるものであってコオロギに限ったことではないという専門家の指摘もあります。しかし長い期間食べられてこなかったことは事実であり、どの食品にも共通して言えることとして済ますことはできない問題だと個人的には思います。参考記事を概要欄に貼っておきますので興味のある方はご覧ください。2、日本の食文化でコオロギは取り入れてこなかったということについては、私的にはこれが一番コオロギを食べてはならないと考える理由です。食文化というのは先人たちが命を張り試行錯誤した結果として今に残っているものだと思います。イナゴは現存するがコオロギは食べられ続けていないという事実が大切ではないかと思います。今の世の中は何でも科学的にうんぬん言われますが、もちろん科学的思考法は必要です。しかし世の中の事象では科学で証明されていないことの方が多いので過信は危険だと思います。3、コオロギは高タンパク質というけど本当なのかについてですが、情報を調べてみますとコオロギは 100g あたり 60g のタンパク質を摂取できるということで、栄養学的にすごい推しの部分ですが果たしてそうでしょうか。こちらを見ますと既存の食べ物でコオロギよりも 100g あたりのタンパク質が多い食材はいっぱいあります。この表は文部科学省が公表している日本食品標準成分表2015年版から作成したものですが、コオロギが特別優れたものではないことがわかります。4、生理的に食欲が湧かないということについて、これも昆虫食を否定する原因ではないかと思います。昆虫が苦手という女性はかなり多くいるはずです。少なくとも私の知り合いの範囲では昆虫が好きで触っても全然平気という女性はほぼいないと言っていいと思います。それなのにメディアでは大人気というフレーズでキャンペーンしていますが、私はかなり懐疑的に見ています。視聴者の皆様の周りではどうでしょうか。新聞、テレビでの報道では女性にも人気などと煽っていますが、皆さんの周囲の様子を聞くことで実際の感触を知りたいと思います。ぜひコメント欄にて情報シェアをお願いします。5、粉末にされたものには糞も入っているし衛生的ではないという、これは考えたら嫌ですよね。衛生的にも決していいとは思えません。ちなみにイナゴの佃煮を作る際にはしばらく断食させて糞を排泄させているそうです。6、放っておいたら共食いする習性を持った生命体を人体が取り入れてどんな影響が出るかの検証はされていないという点、これも食の安全を考えた時に大切な項目です。2で取り上げましたが、日本の建国から2600年以上経っていますが、この間に食文化として残っていないということを考えると安全性を担保できないと思います。そしてイナゴは稲を食べることからイナゴと書くのですが、コオロギは雑食であり共食いもする習性があります。放っておくと共食いを始めるほどタンパク質に対して貪欲ということで、このような生命体を人間の体に取り入れたらどうなるかという問題もあります。よく肉食をしている民族は血の気が多く、
草食の民族は比較的穏やかな気質だと言われるし、実際そうだと思います。となると、食べるもので人間の特性が違ってくると考えることは自然なのではないでしょうか。7、漢方薬辞典には美毒であり、不妊薬とされているし、妊婦は食べてはいけないと記述があるとのことですが、これは怖いですね。コオロギは漢方でも使われているから安心だということを言っている方がいましたが、ちゃんと副作用とも言うべきものが存在しています。ということは、食べる量をどのように管理するかということはかなり大事になるのではないでしょうか。妊婦には食べさせてはならないし、不妊薬として使われているものを何も考えずに食べるようにすると、ますます不妊症の女性が増えてしまうのではないでしょうか。真の目的は人口削減を狙ってのことでしょうか。8、アナフィラキシーショックのリスクが高いということで、もし被害者が出るとしたらこれでしょう。しかし甲殻類のように食物アレルギーを引き起こす可能性のある特定原材料には指定されていません。このことは令和4年12月6日の参議院議員で質問された時点で指定はされていません。もし被害者が出てもお得意の因果関係ははっきりしないからと片付けるのでしょうか。いかがだったでしょうか。ダボス会議で提唱されている昆虫食は誰のためのものなのでしょうか。地球温暖化ということはもはや詐欺だったとバレています。その上でコオロギは牛などの飼育で出される地球温暖化ガスと比べ、はるかに地球環境にとって良いものだと言っています。そして人間の利権によって牛などの生命が絶たれていくわけです。いずれ食用とされるわけですが、その意味が違いますよね。そもそも二酸化炭素が本当に地球温暖化の原因なのかはっきり分かっていない状態なのに、それを大前提に物事が運び、地球温暖化は嘘であり、事実は間違いなく氷河期に向かって進んでいます。このように詐欺的な話が出発点になっているので、昆虫食を強要するようなデタラメな話も出てくるわけですよね。今回の昆虫食を進める政府、世界全体の流れは、お注射を人類に打たせようとしている時と被っていると感じるのは私だけでしょうか。お注射の時も安全だとか言っていたと思います。全然エビデンスがない状態で大丈夫となぜ言えたのか、全く不思議でなりません。結果はどうだったでしょうか。第何波まで感染が起きたか忘れてしまうほど起きましたよね。しまいにはお注射を打った者同士が感染し合っていたというから正直呆れました。そして現在多くの方は帯状疱疹に悩まされ、待ってましたの帯状疱疹予防お注射の推進。こうして人類はどんどん免疫力を破壊されていくことを強要されています。今回のコオロギ食の強引ともいえる普及からは、コオロギを強制的に食べさせ、酸化グラなんとやらが人間の体内で作られることを促進させ、まるで電化製品になっていくというシナリオも見えてきています。これがムーンショット計画なのでしょうか。一方でこのような点で起きていることも、ある仮説に基づいて考えると全てがつながっていることに気がつくことになります。幸い多くの方がこのようなからくりに気がつき始めたので巧妙を見出すことができていますが、おそらく昆虫食や培養肉を一気に普及させるために受け入れさせる方法が食糧危機だと思います。近い将来コオロギを食べざるを得ない状況にさせられると考えられます。ですからこのチャンネルで訴え続けている食料備蓄は急がないと淘汰されることになると思います。準備していないものはこの世からいなくなり、それを目の当たりにした生存組は上に直面し、昆虫食、培養肉を食べざるを得なくなり、その中にはお注射にも配合されていたあれが入っており、どんどん自分の体ではなくなっていくということになるのかもしれません。皆さんはどのように考えますでしょうか。日本政府が発表しているムーンショット計画、メタのメタバースなどの言っていること全てがつながってくるのではないでしょうか。それともこのような仮説をまた陰謀論と片付けるのでしょうか。もう真実を陰謀論という魔法の言葉では隠せないようになってきました。それは陰謀論と言われていた多くのことが真実であったと気づく人が多くなってきたからです。しかし世界はすでに世界大戦勃発の流れになっています。日本も攻撃型兵器のトマホークをアメリカから購入しました。いよいよ戦争が勃発するのだと私は感じています。2023年は本当に試練だらけの年になります。心して準備しましょう。この時点で心配には及ばないと言っている人を説得する時間的余裕はありません。そして共に生き残りましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。